はい。それじゃあ、剪定と植え替えを行いますが、植え替えは以前、YouTube で、だいたい細かいところ辺までやっておりますが、剪定の前に、どこの枝にどういう花が咲くかというのを見ながら剪定するというのが一番安全かと思います。したがって、これは、新明美の月は赤いこの花ね、この赤い花、この部分全部が赤い花なんですが、赤い花が、咲き出して、このままほっとくとこれが強いためにこの白い中に、どんどん入り込んでくるという性格。まあ大体さつきの種類全部なんですが、全部に言えることなんですが、赤花は強い性格がある。白の中にぐんぐん入ってきて、ほっとくと全部が赤花になる可能性もあります。したがって赤い花をできるだけこの明美の月は取ってもらうと、中に一輪ずつというかね、まばらに赤が咲いてくれるのが一番、ありがたいですがね。まあそういうふうになるような剪定の仕方。それと、ご覧のようにですね、これは赤花なんですが、これは赤じゃないですよね。覆輪なんですよ。細かい芸がここには入ってるから、こういう芽は大事に、する必要がある。ということと、この樹形に対する一番点は一番のこの白を持ってくることが大事なんですので、白の横にこれは点まで持ってかずにこの辺の白の枝で点を作ると。まだまだ樹形はこれから作りかけなんで、それほど心配する必要はないんですが、そういうことを心がけて剪定をするということが必要です。この枝ですね、この枝。この枝でこの部分の赤。こっから分かれて赤枝を取る。ね。で、少し残したんですよ。少し残してたというのは、ここら辺からまた出る可能性がある。これが赤の方がいい。全部白というわけにはいかんし、それでは味がないということですね。もう一つ、この近くに、赤花がありましたね。これ、これも、本当は1輪か2輪あるといいんですが、まあそんな無理なことはいかんで、これも少し軸を残して切ったんです。ほんで切ったところはここら辺ですね。こういう感じです。まあこういうふうにして、まああとこれはですから全部普通の、剪定の仕方で結構なんですが、実は剪定どうやってやるんかというと、ガサガサとこういう感じですね。もう花を見たら白状なようですが、でこの剪定なんですが、剪定はまあ6月の初めぐらいまでに剪定しとくといいですよね。6月まあ中頃まででもいいんですが、それからで芽を吹いたその先端に、花芽を持つということですよ。ですから7月に残っとったっていうのか、6月中に芽吹いたものが7月に花芽を持って来年のまあ今の時期また咲いてくれるということですね。それでですね、で45年経っとるのを今のこの剪定の仕方だけど、太くてもまあ花見るためという人と、これはいい樹形に持っていきたいというあれだね。これでこういうつぼみなんかも
段を作ってですね、つぼみのところは取って、完成木はつぼみは一輪ずつ一輪ずつ取るんですよ。今こういうのはザクザクとちょっと手荒い方法で申し訳ないんですが、それで今度これを抜くんですよ。これでこのままにしとくと枝ぶりがちょっと悪いですね。したがってこういうやり方で、全部こういうところへこの例えばここのとこにも全部また芽が出てきて、来年の花を持つということですね。それで、さつきは下の方が木の力が大きいということでですね、下の方の枝をできるだけ強く剪定するといいですね。こういう感じ。それで今度は枝を作っていくんですよ。それでほっとくとこの枝とこの枝ですね、わかりますか？この枝とここの幹の中心よ真ん中より上と同じ太さになっちゃってるんですね。したがってだんだん完成した頃には、こっちよりこっちが太くなる可能性があるんです。下の方が磁力が強いから。だからこういうのは切るんです。わかりました。これだけを落としました。で、4、5年こうやって落としたり、また出てきたのを育てたりという感覚ですね。それが、必要ですよ。それであと、これもそうですね、これぐらい透かすんです。まだ本当はこれいらんけど来年剪定でまた全部落としちゃうとちょっと磁力が落ちますのでね、これでこのカットパスタは本当に私はさつきは楽ですね。こうやってこの先端が細いんで細かい作業ができるんです。剪定は一応これで終わるんです。もうちょっと上切りたいけどこれが残っとるでね、まあ上切らずに本当はここら辺まで切りたいんですよ。これからまああとは植え替えですね。もう一本これはこれでまあとりあえず終わります。それと説明しておきますが、これにこの枝ですね、ここから見るとこの枝も何の芽もないですね。だけどここから芽を出させるにはこのままほっとくんですよ。それでこういう素手で触らないようにね、切った後どうしても触りたくなるんですが、触らないこと。
人間の肌の油なのかなんかが嫌がるみたいで、触ると目が拭きませんので、ここら辺は大事にしてくださいね。目拭くまではあまり触らない、そういうことです。これは一つ剪定だけで終わり。とりあえずもう一鉢やります。新明美の月の今年本当にきれいに咲いてくれた新明美なんですが、こういうこの辺も多少赤があってもいいでしょ。これ一花ぐらいはね、これぐらいの花の形なんですが、ご覧いただくと分かるようにこの枝全部赤花ですね。したがってこれはこのままこっからこう取るぐらいに私はしたいんですけどね。咲いてる時に先に切る。枝はこれだけですね。あとはいいですね。あれこれって何だったかな。これか切るか。去年切ったとこは去年切ったのね。もう1年でもう塞がる。もう少しですね、ここだけ。ここの辺の傷も多分来年はこんな感じですわ。これぐらいになってると思いますよね。そういう全く荒技みたいなんですが、やっとかんと今のうちに切っとけば傷口も治る時期なんです。季節。例えばじゃあ来年まで待とうとかっていうことでもいい？来年もっと太なるもんね。そのと傷口が大きいと今度来年はこういうふうに塞がるかどうかが問題だね。これをやらんとやっとけばよかったっていう、これ今の技ですよ。ここら辺をズバリ切ることはなかなかね。自分が育てた木、これ最初は落としにくい。ここまでなんで切らならんかなっていう人が多いと思うよ、最初切るときはね。だけどあと10年育ててあの時に切っとけばよかったっていうになるかどうか。さつきってこういうこと、さつきばかりやない。松でも御用でも何でも一緒なんですけどね。あの時に切ればよかったっていうのが盆栽を育てとる上で一番痛切に感じることなんですね。切ることが一番大事。その代わり度胸がいるね。度胸がいるっていうわけじゃないけど、それが基本の作業なんですよ。これぐらいの形にしなしょうがないね。見えるかね。こういう風です。これが4、5年の盆栽。一服ちょっと休憩、今参考に取り出してきた。実はこれ、去年曲付けをしたのなんですよ。こういうやつに限って曲ができてる。いい曲しとるだろう。だから皮肉だよ。できるだけ刺し目する目を取るときは白いとこを取ったはずなんだよ。これいい曲しとるんだよ。これで完成したら素晴らしいあれだよな。こう上がってってキュッとこんなのなかなかできんよ。徹底してちょっと
どうしていいんだってまだわからん人もおるかもしれんで、見てもらいますわ。これないい曲になっとるだろう。これが捨てる曲。これを捨てならんね、辛いとこだわな。こういうね。